こんにちは。心と時間を豊かにするおかんでパン作りのミカです。今日はルヴァンリキッドを使った本格自家製酵母パンハートのバケットを作ります。まずミキシングをしていきます。材料を混ぜ合わせます。ダマになりやすいのでここは手早く混ぜましょう。全体的に混ざりましたら生地を台に出していきます。さらに遠くまで生地を台にこすりつけるようにして混ぜ合わせてください。できるだけ生地を遠くまで伸ばすようにすると混ざりやすいです。両手で生地を持って叩き落として2つ折りにします。弾力が出るまで繰り返しましょう。弾力が出たらグルテンのチェックをします。パンが翌日硬くなる原因の一つがこね不足です。こね上がりの見極めは無料動画で詳しく説明しています。概要欄に動画をリンクしていますので、ぜひそちらをご覧ください。生地が出来上がりましたら丸めます。乾燥しないようにラップをして室温で30分置きます。室温は18度から24度ぐらいです。はい、一次発酵完了しました。生地を出していきます。1つ 100g4 分割にしていきます。真ん中を切って1本の棒状にしたら4分の1、大体このくらいかなっていうところで切っていきましょう。1個目を目安にしてどんどん切っていきます。プレ成形をしていきます。手前からくるりと巻いて巻き終わりを上にしてさらに一巻きしていきます。なるべくきれいな形にしておきましょう。上にふんわりラップをかけて15分休ませていきます。ここでお知らせです。こねずに生地を伸ばすだけタッパーで始める高加水パンという本を柴田書店から出版しました。家庭用のオーブンで本格的なパンが焼けます。書店で見かけましたらぜひ手に取ってご覧ください。成形の前にキャンバス地を用意しておきましょう。手前を2つ折りにして両サイドをピンで留めておいてください。ピンのある方を手前に置いておきましょう。では成形をしていきます。テーブルに打ち粉を軽くしましたら両面に打ち粉をくっつけて手のひらでガスを抜きます。しっかりガスを抜いていきましょう。手前から3分の1折って向こう側からもさらに3分の1折ります。で1回目閉じて2回目閉じて全部で3回閉じていきます。両手で転がして20センチぐらい伸ばしましょう。両サイドをつまんでキャンバス地の上に乗せていきます。閉じ目を下にしてキャンバス地に乗せてください。同じように作業していきます。これは基本的なバゲットの成形なんですけれども、今回は端から端まで同じ太さでなくても構いません。長さだけはね20センチしっかり取るようにしていきましょう。一度ね閉じ目を上にして確認したら下にしてキャンバスに置いていきましょう。はい、次は具を入れたバージョンも作っていきます。打ち粉をして両面ねひっくり返しながらしっかりガスを抜いていきましょう。手前から3分の1折って向こう側から3分の1折っていきます。オレンジピール半量を生地のちょうど真ん中に置きましょう。でその上にチョコチップを半量乗せていきます。具を押さえながら2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じていきましょう。両手で転がして20センチぐらい伸ばしていきます。で両サイドをつまんで閉じ目を下にしてキャンバス地に乗せていきます。で今
回2本プレーンの2本具入りにしてますが、4本とも具入りにする場合はオレンジピールとチョコチップを2倍にしてね、用意をしておいてください。オレンジピールの代わりにクランベリーもおすすめです。この後最終発酵をさせます。35度で45分発酵させていきましょう。室温で発酵させる人はね、乾燥させないように余っているキャンバス地を上にかぶせるようにしておきましょう。なるべく室温の暖かいところに置いておきます。途中オーブンに余熱を入れます。天板を入れて余熱を入れるようにしてください。余熱の温度は260度です。45分経ったのでオーブンシートに生地を移していきます。ガスを抜かないようにそっと生地を持ち上げて優しくね引っ張ってください。で引っ張ったらねじりながらハート型にしていきます。1本がハートの片側になりますのでね、ハートは綺麗な形よりもいびつなくらいの方が可愛らしく仕上がりますので、思いっきり楽しんでください。で焼いてる間に生地は膨らむので、ここでは綺麗な形ではなくっていびつなくらいね鋭角にする方がはっきりとしたハートに焼き上がります。で今回は具の入っているもの同士プレーン同士で焼けますが、これをねプレーンと具入りでねセットにしてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、でこれで260度でまず5分焼いてあげて、5分経ったら230度に下げて10分焼いていきましょう。焼き上がりました。どうですか？かわいいですよね。少し経つとパチパチってね天使のささやきも聞こえてくるんで、耳を澄ましてみてください。はい、こんな感じです。ではトッピングが入ってる方をカットしてみましょう。少し固めなのでね、同じようにカットする人は手を切らないように気をつけてください。真ん中に具が入ってますよね。作ってみたい、作りましたとコメントを書いてもらえると励みになります。作ったパンを SNS にぜひアップしてください。メンションしてもらえると嬉しいです。ではまた。